綺麗ね。とても綺麗。あまりにも儚い夢の途中、静かに揺れる赤い花は、月明かりに照らされ私たちを導くのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は富士見製、フェラーリ641/2を製作しますよ。Amazon のマーケットプレイスにてほぼ定価で購入することができました。真っ赤に染まるパッケージがとてもかっこよいです。開封すると赤をどこかに忘れてきたかのような光景。なぜかヘルメットとトロフィーまで同封されています。フォーミュラにしては大型なスクリーンパーツ。この部品分割はタミヤ様のフェラーリ F189 にそっくり。富士見様のタイヤはとてもお気に入り。フォーミュラ特有の厚みのあるフォルムをよく再現されていますね。古臭いモノコック形状こそがフォーミュラの真髄。なんだか予想以上にパーツが多いですね。見えない箇所はそれなりに手を抜きますよ。まだあんのか。そういえば富士見様は病的なほどにブレーキ周りにこだわるんですよね。ウイング関係も細かく分割されています。どんだけ出てくんねん。エキゾーストパイプが全バラの厄介仕様でございます。よくこの箱に収めたなと感心するほどの物量。まだ隠れてやがったのか。幅広なホイールの分割もこだわりを感じます。デカールは最小限。当たり前のタバコ規制。丸ごろは見当たりませんね。この時点で社外でカールを購入することさえ忘却の彼方でございます。説明書にはマシンの解説すらございません。手を出さなきゃよかったと後悔するほどに細かな指示。マフラーの指示だけでも頭がくらみそうです。特殊な赤が必要かと思いましたが、普通のレッドで仕上げるようですね。持ってない塗料もありますが気にせず進めます。この時代のフォーミュラの形状を再現するなら、この部品分割にならざるを得ないのでしょうか。カウルがぴったりと合うのか心配になります。給油口は埋めてしまいます。当時は給油がなかったんでしたっけ？試しにフィッティングを確認しましたが、接着剤で強制固定しないとダメっぽいです。なんだ。ただの拷問ですか。どうせ組み立てたら見えない箇所ばかりなんでしょう。ウイング類はカーボンがしっかりと表現されていて素敵でございます。厚塗りしすぎると消え去ってしまいそうですね。シャシー関連だけでもこの物量。拷問はやるのもやられるのも慣れてございます。精神のギリギリまで追い込む手法。
藤見様は拷問をよくご理解なさっていますね。カウルの裏打ちにはタミヤのフラットブラック。カウルが透けなきゃ何色でも良いです。どうせ裏なんて見ませんからね。フェラーリのためにあるようなピンクサフ。すでに調合済みをご用意してございます。裏なんて見ねえなんて強がっていてもマスキングしちゃいますよね。サフを乾燥させている間にエンジンを少し進めましょう。長く重い12気筒エンジン。速さが最重要なフォーミュラにも音の美しさが必要。12本のピストンが完全に調和し、振動のない推進力をプロフェッサーが制御します。まぶたにテープを貼って睡魔と戦いながら色別に分けます。一番かっこよい時代のディフューザー。ピンクに染め上げてまいりました。なんと優しいお姿。ピンクのフェラーリがあっても良いと思えます。どこでも買える普通のレッド。これがプラモには重要。特に使い道がないですが奇跡的に持ってました。レベリングシンナーを一体にで希釈しようと思います。以前何に使ったのか忘れましたが残り少なくて焦りました。個人的には一番使いやすいシンナー。混ぜ混ぜ。このひどく不気味な光景。このキットを設計したお方の荒い息遣いが聞こえてきそうです。これ後から気がついたのですが、エンジンに差し込みながら組み立てた方が良さそうな気がします。鋼鉄の脈動、熱の息吹。複雑な配管が苦悩の歌を闇夜に響かせます。下準備だけでも集中力を全力で下げにかかってきます。スーパークロームシルバー2で染め上げます。果てしなく続く拷問に甘い吐息がこぼれ落ちます。何の変哲もない赤がカラカラに乾燥しました。
まあ特に何も言うことがない程度の仕上がりでございます。直径2メートルのマスキング玉を目指して頑張ります。塗り分けがないのですぐにデカールに取り掛かることができます。完全に密封されたデカール。他者様はマジで見習ってください。特に箱の底にもろ出しで入れてる豪者様。震えてお眠りください。この狂ったように蒼白な四角形が丸ごろとのこと。無粋の極みでございます。炎を吹く6本足の犬。4本のタイヤと人間の2本の足を表現しているそうです。アジップは1926年から2003年まで存在したイタリアの石油会社。はるか迷いましたが説明書さんが貼れと指示しているので貼りました。イタリアのみならずヨーロッパにおいても大きな影響力を持つフィアット。1899年にトリノで創業され、路面電車、航空機、鉄道車両などあらゆる分野に進出したそうです。誰にも懐かないプロフェッサー、1989年にマクラーレンで王者に輝きました。憧れのフェラーリ、カバリーノ・ランパンテと呼ばれる羽馬。ど田舎在住の玉には一生縁のない車でございます。自動車用ベアリング部品を製造する SKF。フェラーリとの関係は70年以上にも及ぶそうです。レースシーンにおいておなじみのマニエッティ・マレリ。ずっとマグネット・マレリと勘違いしていたのは内緒。デカールは少ないので映画を見ながらでも余裕でございました。カッサカサの塗装面をシンクに輝かせて差し上げます。これ以外に使う気になれない EX クリア。まずは1対1で始めます。そして砂吹きを2回重ねたのがこちらでございます。とても精神がちょろいデカールさんを痛めないようにするのが目的。ザラザラでも問題ございません。本塗りを2回重ねました。かなり艶が出ましたが品のなさがみっともないですね。中研ぎで表面を平坦にしてみましょう。ちまちましていると大切な時間がもったいないので、神安の2000番でガリガリ。艶が消えて研磨跡が均一になってございます。1対2の EX クリアで整えます。まさに赤いバラのように純真。溺れるほどに深いクリアが美しいです。6000番から研ぎ出して追い込みましょう。編集の力で一瞬でございます。左が6000番。せっかくの艶を再びここまで研磨する苦行。全体を6000番で磨き上げて次に進みます。
こちらが6000番。そして8000番で磨いたのがこちら。研磨痕が細かくなったのがお分かりでしょうか。1万番に進みます。結構しつこく研磨します。そして8000番との差がこちら。美しいものへの渇望。見慣れてしまうとそれさえも満足できない体になります。カチッとしたクリア層に仕上がりました。美しい透明度。しかしどんなに細かな番手で研磨しても傷は残ります。いよいよ使い切った感のあるセラミックコンパウンド。おそらく次回のキットでは足りないと思います。これ1本で17台ほどのキットを仕上げることができました。ツルツヤのおかげで落とすこともしばしば。仕上がりは後ほど。キットがある程度進めば動画編集も並走。窓のない牢獄に数年ぶち込まれたような精神で作業してございます。USB って逆かと思えばやっぱり最初が正解というのを毎回やらかします。全世界を巻き込んだ謎ですね。この拷問は情緒崩壊しようが続くのでございます。細かな部品を仕上げていきましょう。面倒な時はシルバーとチタンゴールドを塗ってください。どんな部品もそれなりに仕上がります。こんなローターにも墨入れとけば立体感が出ます。ウイング関係にもデカールを貼ってみましょう。艶消しに貼るのでシルバーリングに気をつけないとね。最後に艶消しクリアを吹いておきました。またエンジンの続きをしましょう。フィニッシャーズのカーボンブラックマット。面白そうな色だったので買ってみました。足回りやシャシーに塗ってみます。希釈にはピュアシンナー。この制作工程に既視感がございます。もうこのカウル分割には不安しかございません。うまくフィッティングする気が全くしないのですが。
富士見様のこだわりが強く感じるエンジン周り。前腹の液パイさえなければ集中力を維持できましたが、もうすでに体力ゲージはゼロでございます。ほぼすべてのアーム類は穴を拡張しています。無理やり押し込むと間違いなく破損コース。ファンネルが別部品なのはとてもありがたいですね。ブレーキ周りにも異常なこだわりを見せる富士見様。玉みたいなサボりモデラーには贅沢すぎる仕様ですね。ものすごく詳細ですが見えなくなります。棒やすりが必須のキット。組み上げるだけだと油断していたらめちゃくちゃ時間を費やしてしまいました。モノコックを仕上げてみましょう。モノコック内部の仕切りを間違って接着したので底板が装着できません。ぶった切って無理やり装着します。その後、吹っ飛んでいった部品を踏んでくそ痛かったです。シートベルトは付属していない謎仕様。富士見様はこだわるところが偏りすぎてる気が。ここも面倒な工程が続くフロント周り。一つ組み上がるごとに休憩するのでなかなか進みません。フロントのアーム類はさらに長く細いので破損には要注意。特にアッパーアームはただ差し込んでいるだけ。すべてのアームを組み上げるとかっちりと固定できる高難度仕様。寝言を口走りながら作業をしたのは初めて。恐ろしく疲れました。こんなの装着してカウル閉まるのかな。
フロントタイヤ後端まで伸びる形状が素敵。バスタブのような形状。少し反っていますが流し込み接着剤で一気に装着します。結構力を込めて押し込んでいます。これだから仮組みしないモデラーは。この後めちゃくちゃ時間かかったので編集の力で省略。これまた面倒だったエンジンにつながるパイピング。説明書ではシャシーに取り付ける前にモノコクとエンジンをつなぐ指示でした。100% 崩壊が見えていたのでこの方法で進めました。ほんのり焼き色を再現。これこそカウルで見えなくなるのでございます。なんとかエンジン周りも無事に完成しました。ヘッドレストにフェラーリのエンブレム。なんという上級国民の品格。リアウイングの組み立て。ギュッと押さえ込んでいたらバラバラに崩壊して規制を上げました。このダクトはサーキットによれば塞いで空気抵抗を減らすそうです。いよいよここまでたどり着けましたね。ついふらふらとサボりたくなりますが間髪入れずに進めます。パドルシフトを F1 で初めて採用したのはフェラーリだそうです。極太のリアホイール。やっぱり F1 は幅広じゃないとね。小径ホイールにムチっとしたタイヤ。これが荒っぽくてかっこよいです。F1 はタイヤでカールを貼るのも大変。表裏に貼るので結構時間がかかるんですよね。まあ慣れてますのでアニメを見ながらの片手間でございます。
タイヤのセンターはどれだけ削っても変化がない謎。まあ数周走った後のタイヤってことにしておきましょう。赤い炎、炭素の翼、サーキットの踊り手、641/2。ジョン・バーナードの手により生まれ、エンリケ・スカラブローニとスティーブ・ニコルズの愛で育まれました。V12の方向、燃料の香り、モノコックの抱擁、時間の流れ、カナダのモントリオール、プロストの勝利、覇気を失うマンセルの瞬間、日本の鈴鹿、その悲劇は歴史の糧となります。さらに時は流れ、記憶の燃料が尽き、翌年からは勝利が霞むほどに長い時間を費やすことになります。泥沼を這いずり回った先にある勝利の羽馬はまた別のお話。美しくも大敗的な存在。現在、641/2はニューヨーク近代美術館に展示され人々に愛されています。世界一美しいフォーミュラとして永遠のアートとなり、ずっとこのまま、終着点のない旅は続くのでございます。フェラーリ641/2完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。